危機管理授業。これから危機管理の授業を行います。危機とリスク。ここでは危機とリスクの意味の違いについて話したいと思います。どちらも緊急事態であることに変わりないのですが、実は大きな違いがあります。危機って何？まず危機について説明します。写真は2014年9月に噴火した御嶽山です。7年ぶりのこの噴火によって58名の命が奪われました。危機管理の基礎理論の著者、古市達郎教授によると、危機とは時と場所を選ばずに思わぬ形で発生する緊急事態と定義しています。御嶽山のケースは典型的な危機にあたります。危機の事例。危機は火山の噴火にとどまりません。自然災害では地震、竜巻や津波などが含まれます。また、グローバルな人と物の移動が当たり前となった今日の世界では、疫病の伝染スピードはかつてとは比べ物にならない速さとなっています。そして今日、最も恐れられる危機の一つとして、無差別テロが挙げられます。残念なことに、世界各地の大都市で生活する一般人がテロ組織の主要なターゲットにされているのが現状です。リスクって何？次に、リスクの説明に移ります。先に紹介した古市教授の著書を再度引用しますと、緊急事態の中でもリスクとは必ずしも予測不可能ではない危機を指します。これはどういうことでしょうか？犯罪。例えば、犯罪を例にとってみましょう。強盗や窃盗、麻薬売買といった犯罪は、発生する場所や時間帯がかなり限定されるというケースが少なくありません。これらは、事前に情報を入手することで、未然に避けることも可能です。犯罪に巻き込まれるケース。事例 ① は2015年にインドで発生した女子留学生暴行事件です。これはよく知らない相手の誘いに乗らない、ついていかないというルールを守ることで悲惨な事件に巻き込まれずに済む可能性が高まります。さらに知っている相手であっても人間関係のこじれが犯罪のきっかけになることは世界中のどこであれ変わりません。犯罪は場所を選ばず発生します。ここで挙げた事例にあるように有名な観光地やイベント会場が悲劇の舞台となることもあります。どうしたら避けられるのか。残念ながら危機やリスクを完全に予知、回避することは不可能です。しかし、せめて危機をリスクに変えるだけでも安全性は高まります。ここに挙げた格言や言葉はその例です。危うきに近寄らず、すなわち危機のありそうな場所や時間帯を避けるだけでリスク回避の可能性は飛躍的に高まります。冒頭で火山の例を挙げましたが、日本のどこに活火山があるのかを知っておくだけでも、心構えの点において大きく役立ちます。君子危うきに近寄らず。情報収集はリスク回避の基本です。日頃から複数の安全情報を集めるようにしましょう。過度に自信を持たないことも大事です。自分だけは大丈夫という考えは大きな間違いだと認識しましょう。危険を感知する能力を身につける。知識を現場に応用する。周りを見る余裕を持つ。周りを観察し分析する力を持つ。ここに挙げた対策は
一朝一夕にできるものではありません。やはり日頃からの心構えが大切です。対処法を考える。命を最優先に。選択肢を多く持つ。人間関係を利用する。ここに挙げた対処法はシンプルですが非常に大事です。特に交換留学など長期間同じ場所に滞在する場合は、現地の情報網を最大限活用するようにしましょう。ひょっとしたら。ここまでは犯罪に巻き込まれる可能性について説明しましたが、皆さん自身が犯罪者になってしまう可能性も忘れてはなりません。犯罪を起こしてしまうケース。事例1、学生旅行者による歴史的建造物への落書き事件。事例2、留学生による国立公園施設への落書き事件。ここに挙げた例は、たかが落書きでは済まされない事例です。国や地域にもよりますが、文化遺産や自然公園での落書き行為は重大な犯罪とみなされることがあります。例えば、イタリアでは文化遺産への落書きが数百万円単位の罰金や懲役刑につながる可能性があります。これは日本の事例です。身勝手な考えによる文化財の損壊は決して許される行為ではありません。特に留学生によるこういった行為が発覚した場合、地元民による反感など、皆さんと同じ留学生全体に迷惑がかかることを肝に銘じておきましょう。まとめ。慣れた土地ではないという意識を持ち続けること。悲観的に準備し、楽観的に行動する。危機やリスクは、その土地に住み慣れた人々でさえも容易に回避できるものではありません。ましてや、勝手のわからない外国人です。皆さんは勉強のために海外に渡航するわけですから、何もしないというわけにはいきません。しかし、くれぐれも油断することなく、安全に現地で学んで、元気な姿で APU に戻ってくることのできるよう心がけてください。